はあ。木枯らしが冬の気配を感じさせる。今の俺の心には冷たい風が一層厳しく感じられている。俺は先日結婚を考えて付き合っていた相手に別れを告げられた。突然の出来事に初めは実感が湧かなかったけれど、日が経つにつれて少しずつ心は深い傷を負い始めている。今日も何度ため息をついたかわからない。無意識に口からこぼれ出てしまうのだ。彼女との時間は一体何だったのだろう。共に歩んできた3年間の日々に俺は思いを馳せていた。俺の名前は伊藤真二。とある企業の営業として働く普通のサラリーマンだ。平凡な家庭に生まれ、何の苦労もなく育った俺は根っからに明るい性格。他人からも口を揃えてお人よしだとか世話好きだとか言われる。純粋に人と関わることが好きだった俺には営業職はまさに天職だった。社会人になってある程度仕事の成績が上がり始めていた頃、俺は彼女に出会う。上司に託された大口の取引先、その会社の社長令嬢が最近別れた俺の元彼女エリカだ。2週間に一度その会社を訪れていた俺に彼女が話しかけてきたことがきっかけで、俺たちは徐々に関係を深めていった。後から聞いたところによると、上司に期待されて背中を押されていることを知ったエリカは俺の将来性に期待していたらしい。彼女と付き合うことになった俺は一層仕事に気合を入れた。もちろんエリカの父親の会社との取引は良好だったし、その他にも実力で契約を獲得したり、上乗せした契約を更新したりと順調に成績を上げていた。そんな俺を彼女は周りに自慢していたし、社長公認の付き合いにも発展していた。仕事は順調そのもの。その一方で俺は自由すぎる彼女の性格に振り回されていた。エリカは令嬢として子供の頃から大事に育てられていたことで、かなり自分中心な性格。普段から他人の意見よりも自分の気分で物事を決めるタイプだった。世話好きの俺はそんな彼女に尽くすことは苦ではなかったけれど、傍から見れば俺は彼女にとってかなり都合のいい男だったと思う。レストランを予約していても当日その気分じゃなくなると平気でキャンセルしたり、いろんなところに迎えに行かされたり、自分の行きたいところや好きなところでデートを計画するくせに当日の行動は俺に丸投げしていたり、挙句の果てに自分が満足できないデートコースだと決まって機嫌を悪くする。ねだるものも高価なものばかり。普通のサラリーマンの俺はかなりギリギリな状態で彼女との交際を続けていた。それでも俺は彼女が大好きだった。明るい笑顔も元気な姿も、はっきりと意思表示できる芯の強さも、すべてが彼女の魅力だと俺はポジティブに考えていた。そして交際から3年を迎えた先日、そろそろ結婚を前向きに考えなければと襟を正しているところだった。ところが彼女は一方的に俺に別れを告げる。理由は簡単。俺が思ったよりも出世するのに時間がかかり、熱が冷めたのだという。その代わり俺に対しての愛情を今は他のハイスペック男子に注いでいるようだ。乗り換えられた俺に用はない。真剣に結婚を考えていた俺はあっさりと捨てられてしまった。ショックからやる気も低迷して仕事も不調続き、数日の間にかなり成績を落としてしまったのだった。一体どこで間違えたんだろう。ぼんやりと窓の外を眺めながら俺は缶ビールを片手に月を眺めていた。数日後、俺はなんとか仕事の成績を取り戻そうと必死になっていた。そんな中、上司に呼び出され
1枚の招待状を渡される。婚活？上司が渡してきたのは婚活パーティーの招待状。主催者はまさかの俺の元彼女。エリカは父親の会社で名前だけの専務をしながらコンサルやイベント主催に手を出していた。その一環で今回は婚活パーティーなのだろう。上司は社長から直々に招待状を手渡され、会社の人間の中の誰かをぜひ参加させてほしいと頼まれたらしい。上司本人は妻子がいるし、部下の中で活かせるならと俺に白羽の矢を立てたらしい。確かに俺はこの会社の取引担当者だし、参加させるには都合がいい。しかし上司は俺とエリカの関係を知らない。会社の立場上、プライベートな理由で拒否するわけにもいかない俺は仕方なく参加することにした。エリカに未練があるわけではないけれど、顔を合わせれば気まずくなる。参加したらある程度で会場を抜けよう。振られたばかりの元カノが主催する婚活パーティーにまさか参加することになるなんて。俺は引きつった笑顔を上司に向けて心の中で大きなため息をついていた。パーティー当日、俺は重い腰を上げて会場に向かった。新しい出会いなんか全く考えられない。それどころか今は仕事以外で女性と関わるつもりもなかった。エリカが俺の参加を知ったらどんな反応をするだろう。憂鬱な気持ちを抱えながら会場へたどり着いた俺。受付では参加者を迎えるためにエリカが待っていた。なんでいるの？怪訝そうな顔を浮かべて俺に言い放ったエリカ。俺だって自分から好きで来ているわけじゃない。けれどそんなことを言ったらエリカの父親に悪影響を及ぼすだろう。俺は何も反論せずにただ愛想笑いを周りに振りまいていた。てっきり役職者が来てくれると思っていたのに。あからさまに大きなため息をつかれ、会場では重苦しい空気が流れる。いたたまれない雰囲気に俺は背中に嫌な汗をかいた。参加者は何かしら役職やら社会的地位のある人たち。あんたみたいな貧乏に誰も見向きしないわよ。そう言って声を出して笑うエリカ。周りの参加者はその声に気づき、俺に視線を向ける。注目された俺は余計に肩身の狭い思いをさせられていた。参加してしばらくは順番に男女が話す時間。回ってくる女性に自己紹介をしながら短時間で自分を印象づけなければならない。営業職をやっていることが功を奏し、話すこと自体には抵抗がなかった。けれどそれ以上を求めるつもりがないのを見透かされているのか、なかなか会話が膨らまない。当たり障りのない会話を繰り返して作業のようにこなしていくうちに、気づけば最後の女性。すべての女性と話し終わった後はフリータイム。自分の印象に残った相手と好きに話すことができる。俺は手に持っていたメモ用の紙に目を落とす。当然のことながら誰も印象に残ってはいない。女性たちも俺のことを気にする人は誰一人としていなかった。もともと本気で参加しているわけではないから、周りに誰も来なくても問題はない。けれど一人で孤立している俺の姿にエリカはバカにするかのような視線を向けていた。フリータイムの間、周りの参加者をぼーっと眺めながら時間を潰す俺。ある程度参加もしたし、そろそろ帰ろうかと立ち上がった瞬間、会場は突然ざわめき始めた。会場にひときわ豪華なドレスを身にまとった女性が一人。遅れて参加しに来たのか、渡された参加者の名簿を見ながらキョロキョロと辺りを見渡している。やがてそばにいた執事が耳元で何かをささやくと、俺の方を指し示す。女性は俺の存在に気づくと、微笑みを浮かべながら軽快なヒール音を鳴らして向かってきた。
他の参加者には目もくれず、一直線に俺の元にやってくる彼女に、思わず見とれて口が開いてしまう。ふぬけた表情の俺に、執事があからさまな咳払いをしてみせた。はっと我に返った俺に、彼女は頭を下げる。10年ぶりにあなたに会えると聞いて、楽しみにしていました。彼女の言葉に疑問符を浮かべる俺。こんなにお金持ちオーラを放った知り合い、俺の周りにはいないはず。何かの間違いじゃ。言いかけた俺の前に、慌てて飛び出したエリカが立ちふさがる。しおり様、来ていただけたんですね。ありがとうございます。そう言って彼女の視線を他の参加者に向けようと、エリカは必死で話を続ける。けれど、彼女の視線は一向に周りを見る様子がない。エリカさん、ありがとう。あまりに必死なエリカのマシンガントークに、笑顔のまま彼女は声色を強くした。その重圧は周りの人間を一瞬にして黙らせるほどだ。気づけば参加者のほとんどが彼女とエリカのやりとりを怯えるように見つめている。彼女の声にエリカ自身もビクッと体を跳ね上げ、こわばっていた。状況を理解できない俺は、ただ黙って二人の動向を見守ることしかできない。私今日は神事様に会いに来たのです。期待に応えられずにごめんなさい。改めて今日の目的は俺にあると明言した彼女に、会場は再びざわめき始める。エリカは硬直したまま青筋を立てて黙り込んでいた。お久しぶりでございます。お変わりないですね。上品に笑う彼女に、俺は素直に疑問を投げかけた。どこかでお会いしたことが？記憶がないのだから、変に話を合わせて違う人間だったなんてオチだったら、俺が責められることになるのは間違いない。俺は恥を忍んで彼女に問いかけた。俺の言葉にエリカは鬼のような形相をして睨みつけてくる。思わずたじろぐ俺に、彼女はふふっと微笑んで言った。無理もありませんわ。10年前、大学生だったあなたと夏休みに遊んだ少女を覚えていませんか？その瞬間、俺は過去の記憶を巡らせる。もしかしてしおりちゃん？名前を呼ばれてゆっくりうなずく彼女に、俺は驚きを隠せずにいた。10年前、当時まだ大学生だった俺は、夏の休みを持て余していた。特にやることもなく、俺は実家に帰り、毎日をダラダラと過ごしていたのだ。そんな中、たまたま近所の河原で涼んでいると、身なりが綺麗な少女と出くわす。片田舎の村で見たことのない女の子。俺の姿を確認するや否や、茂みに隠れてしまった。綺麗な服が汚れるぞ。こっちで一緒に涼もう。川に足を入れて座り込んだ俺は、少女に手招きをして誘う。おずおずと顔を出した少女は、そのまま静かに俺の隣に腰を下ろした。彼女は普段は都会に住んでいて、夏休みの期間だけ祖父母の家に預けられているという。確かに村の端に、田舎には不釣り合いな大豪邸がある。都会育ちの彼女は、田舎のすべてを新鮮に感じていたようだ。川を泳ぐ魚や、水に濡れて光る石に目を輝かせたり、カエルや虫に驚いたり。こっちでは友達がいないのか、引きこもってばっかりだという彼女。俺は自分が家に帰るまでの間、一緒に遊ぶことを約束した。彼女は嬉しそうに満面の笑みを浮かべて、俺に抱きついた。俺自身も妹ができたように感じて、なんだか嬉しかったのを覚えている。約束通り、俺は2週間程度の帰省している期間を彼女と過ごした。しおりと名乗るその少女は、どうやら極度の人見知り。時々近所の子供たちとも関わる機会があったものの、俺以外には心を開こうとしなかった。そしてあっという間に時間は過ぎ、お別れの時。
俺たちはいつかまた会おうと約束を交わし、離れることになった。次の年から俺は就活に追われ、社会人になってからは短い休みばかりで帰省することも激減。必然的にしおりちゃんと顔を合わせたのはそれが最後になってしまった。そのしおりちゃんが今成長して俺の前に立っている。驚きで言葉を失った俺に彼女はあの時のような笑顔を浮かべていた。あの後も私は何度も祖父母のもとを訪れました。けれど真治さんに会うことはかなわず、再会できるチャンスがあると知り、思わずじっとしてはいられませんでした。そう言って俺の手を両手で包み込み、彼女は続けた。あの時、仕事で忙しい両親への寂しさや、知り合いのいない孤独な時間を埋めてくれたのがあなたでした。あの日話しかけてくれて、遊んでくれた時間は、私の大切な宝物なんです。しおりちゃんの瞳の奥が揺れる。俺が無意識に彼女に与えたものは、自分が思うよりも大きな意味をなしていたようだ。それを聞かされた俺は、言葉に詰まっていた。たった数週間の思い出が彼女の心にこんなにも深く刻まれていたことに感動を覚えていたからだ。しおりちゃんはゆっくりと俺に向き直ると、こぼれそうな嬉し涙を隠しながら微笑む。ここにいるということはお相手はいないのでしょ。私を選んでください。突然のアピールに思わず周りも驚きを隠せない。静まり返った空気の中で俺は生唾を飲み込んでいた。俺なんかでいいなら。再会した少女がすっかり大人になり、こんなに積極的に言い寄られたら断る理由もない。恋心以前に単純に思い出を懐かしんでいる心と驚きに圧倒されたという方が正しいかもしれないが、彼女の嬉しそうな笑顔とともに視界には青筋を立てて震えるエリカの姿。俺はこの時彼女がどんな肩書きを持った女性なのかを未だに知らないでいた。会えなかった10年分たくさんお話ししてくださいな。そう言って彼女は俺の手を握りしめて自分の車へ向かった。執事に案内されるがまま俺は彼女と会場を後にする。乗り込んだ車の窓からは会場が混乱している様子が映し出されていた。それから数ヶ月後、俺には新しい彼女ができた。再会を喜び、しおりちゃんと定期的に会っていた俺は、彼女にアプローチされる形で交際が始まったのだ。付き合う前に気づいたのは、彼女は国内トップの銀行の社長令嬢。一番地位の高い彼女のことをエリカや他の参加者は理解した上で気にかけていたのだろう。彼女はあの頃から変わらない気持ちで俺のことを慕ってくれていたらしい。今でも結婚前提の交際を続けている。そして新たにしおりちゃんのおかげで大口の取引先をいくつか獲得した俺は、次の人事で昇格することが約束された。俺に新たな未来をくれた彼女には感謝をしてもし足りないほどだ。あの日出会った人見知りの可愛い少女は今大切な恋人として俺のそばで微笑んでいる。